源氏物語あらすじ。光る君へに学ぶ日本史。源氏物語はご存知のように約1000年前に紫式部が書いた世界最古の長編小説だ。イケメンでプレイボーイの貴公子光源氏がさまざまな女性と遊びまくるという物語である。紫式部という女性は平安時代に京都の中級貴族の家に生まれている。彼女は源氏物語で7、80年の時間の流れを描き、500人ほどの人物を物語に登場させている。源氏物語は54兆といういわゆる54の短編小説が連なっていて、各兆はそれぞれで完結している。そしてその集合体として壮大な長編小説が出来上がっている。天皇の子供として生まれた光源氏は一度は没落するが再び地位を取り戻す。しかし最後は人生の無常を感じながら没するというストーリーである。物語は大きく3つに分けられるので、54兆は次の3部構成となっている。第1部は第1兆の桐壺から第33兆の藤の浦場までの33兆だ。主人公の光源氏の誕生から青年壮年時代に映画を求めながら愛を遍歴する姿が描かれている。第2部は第34兆の若名城から第41兆の幻までの8兆である。光源氏の深まる苦悩や老いに苦しむ晩年が描かれている。そして第3部は42兆の仁王宮から54兆の夢の浮橋までの13兆である。光源氏の亡き後、その子や孫が繰り広げるドラマを描いている。以上が簡単な内容だが、源氏物語の各部ごとのあらすじを順番にもう少し詳しく見ていこう。まず第1部のテーマは光源氏の優雅で奔放な生活についてである。桐壺邸の子光源氏は幼くして母を亡くし、実母によく似た父帝の后であるママ母藤壺を恋慕する。やがて源氏と藤壺は義理ではあるが母子という禁断の肉体関係を持ってしまう。そして源氏と藤壺の間には子供が生まれるが、父帝の子として育てられることになる。光源氏は政略結婚で正妻に葵の上を迎えるが、うつせみ、優雅を六条の宮住所など次々と女性たちと恋愛を繰り返す。そして葵の上亡き後、彼は藤壺によく似た彼女の姪の紫の上と出会い、やっと心の安らぎを得る。ところが源氏は本能に操られて自分の政敵である右大臣の娘おぼろ月夜と恋人関係になってしまう。そのため彼は都を追われて須磨明石で流浪の日々を送るが、そこでも源氏は明石の君と愛し合う。やがて京に戻され、光源氏と藤壺との間にできた子が帝になることで、彼は急激に大きな権力を手にすることになる。彼は自身の大邸宅六条院を得て、日々優雅な生活を繰り返す。
そして源氏は太政大臣を務めた後は、大した帝に匹敵する待遇まで受け、名実ともにこの世の栄華を極める。以上までが第一部のあらすじである。続いて第2部、テーマが光源氏に忍び寄る老いと死のあらすじを見ていこう。光源氏は兄、朱雀院の娘、女三宮を正妻として迎えねばならなくなる。その後、数年が過ぎ、それまで源氏の正妻としての立場にあった紫の上が病に伏してしまう。さらに、女三宮が源氏の留守中に忍び込んだ柏木という青年の子供を宿してしまう。老いた源氏は過去の藤壺との過ちの報いを受けていることを痛切に思い知る。やがて病気だった最愛の紫の上が亡くなり、光源氏は出家を決意するに至るのである。第2部の最後となる幻の蝶に続く雲隠の蝶には感銘のみで本文はない。かつては存在したとも、初めから書かれなかったとも、様々な説があるが、真相は謎である。長く寄り添ってきた主人公の最後を、作者紫式部は書くに忍びなかったのであろうか。それとも、読者各自の想像に任せたのかもしれない。そしていよいよ最後の第3部テーマは光源氏の子孫のその後である。あらすじを見ていこう。女三宮が生み、光源氏の抜子として大切に育てられた薫や、源氏の外孫女王宮が当代きっての貴公子として登場する。光源氏亡き後、第3部の主人公となるのが薫と女王宮である。自分の出生や存在価値に疑問を持つ薫、そして思うように出歩けない女王宮は苦悩する。彼らと宇治の大井君、中野君姉妹との関係、苦悩が語られる。やがてこの姉妹の異母舞、浮舟が登場して意外な展開が繰り広げられる。浮舟が余暇の僧図との関わりの中で下した決断とは、自身は身分も財も学問もない一女人だけれども、仏道一筋求めて出家するというものであった。以上が源氏物語のあらすじのすべてである。紫式部はこの源氏物語を藤原道長の娘中宮明子の家庭教師をしながら執筆した。紫式部は赤裸々な男女の恋愛の姿を描くことで、中宮明子をはじめ当時の女性たちの意識教育をしたいと考えたようである。源氏物語にはダメな女性も登場するが、こんな女性にはなってはいけませんよという意味があるのかもしれない。